はい、どうも。今回はスマスローリゼロ2のハイエナ情報をまとめてみました。目次としてはこうなってます。まずは天井、ゲーム数狙い。ですね。であと、死に戻りについても情報をまとめてみました。で、こちら参考情報になります。ブログ、無料情報を中心にブログの情報と攻略サイト、そしてYouTube の動画ですね。これらの情報を網羅してですね。で、若干の条件とか皆さん言ってることが違ったり、であと、明らかに間違った情報をそのまま掲載しているところもあったりしましたので、それらを修正して、で、かつ、いろんな条件、情報をまとめてみたというのが今回の内容になります。はい、それではやっていきましょう。ではまずはじめにハイエナ天井ゲーム数狙いですね。こちらの狙い目基準っていうのを作ってみました。で、前提条件としては期待値 103% 以上。そして10日もしくは持ちメダルありの状態ですね。ちょ玉、ちょメダル含めて換金率差損がない状態での狙い目というのでまとめてみました。こちらのいろんなサイトがいろんな情報を出していたと思うんですけれども、それらを全部まとめて、で、自分の持っているデータとか経験を活かして、一旦基準値というのを作ってみました。で、こちら、朝一とか、ジョイ85ですね。これらは、まず、天井側の1000ゲームに短縮されますので、140ポイントから狙えるかなと。で、これ実は朝一はもうちょっと甘いんですけれども、今、朝一とはいえ、設定変更後かどうかっていうのは確定する情報なかなか難しいので、こちらちょっと辛めに見てます。本当はもう設定変更をしたと言える状態であれば80ゲームぐらいから狙えるかとは思うんですけれども、はっきりとわかる術が今ないので、ジョイ80と同じ140ポイントからかなと思います。で、あと、海 AT ですね。殲滅ラッシュ、単発後、駆け抜け後は、50% の確率で1000ゲームに天井が短縮されるということで、少し甘め、ということで300ポイントから狙えるかなと。で、それ以外、ほとんどがこのケースになると思いますけれども、殲滅ラッシュ2連以上の後は380ポイント、400ポイントからのゾーン手前ぐらいからやっと狙えるかなという感じかなと思ってます。で、これらをまずは基準としてですね、で、この後いろんな条件でプラスマイナスしていくという考えでやっていこうかなと思います。では、どういった条件でボーダーを調整すればいいかというところで、海 AT 後のボーダー調整まとめてみました。こちらの AT、前回 AT がどれぐらいゲーム数ハマったか、もしくはどれぐらい枚数出たかでプラスマイナスしていくという内容になっています。まず、前回 AT、これポイントじゃなくてゲーム数ですね。データ機器でもわかるようにゲーム数で表示してます。900ゲーム以上ハマった場合、こちらのポイントの基準値、先ほど300ポイントとか140ポイントとしていた基準値をさらに下げて狙うことができるかなという内容です。で、さらに1200ゲーム以上ハマっている場合、こちらの特に出玉試験の加減基準に引っかかる可能性があるんですね。なので、かなり甘く見ていいです。マイナス300ポイントを下げてもいいかなという内容ですね。で、また、今度は逆に、前回 AT が結構出てしまっている場合、5連以上したらだいたい600枚は出るとは思うんですけれども、600枚以上出てるような場合っていうのは、基準を厳しくして、その敷地を100ポイント上げないといけないかなというふうに考えてます。で、これ先ほどの海 AT の条件ですね。単発後は300ポイントから、2連以上後は380ポイントから打てるかなという、この基準に対して足し算引き算していくと。例えば、900ゲーム以上ハマった場合、かつ、海 AT2 連以上後ですね。その時は、380から100引いて280ポイントから打てるかなと。例えば、1200ゲーム以上ハマる。ほとんどないかもしれないですけれども、それの後、かつ、海 AT 単発後ですね。この場合は、もともと300ポイントから打てるところに、マイナス300ポイント引くので、0ポイント。では、これはもう続けて打ってもいいかなという内容ですね。で、逆に今度足し算しないといけないのが、前回それなりに出てしまった場合、AT600 枚以上出てしまった場合、480ポイントですね。これ600枚出てるイコール、もう海 AT2 連以上っていうのが確定しますので、380を基準にして、プラス100の480ポイントからになるかなというふうに思ってます。で、これは同じく出玉試験の上限ですね。400ゲームで1200枚ちょっと出てはいけないという条件があるので、おそらくこの辺で、冷遇期間に入るんだろうというところですね。はい、続いて、ボーダーの調整の2つ目、エキドナモードですね。こちら、画面左のところにある蝶々が紫色に光るというところで、エキドナモード、示唆、小、中、大になっています。で、小は薄い紫。マイナス50ポイントをしてもいいかなと。で、示唆、中ですね。そんなに期待ではないんですけれども、マイナス100ポイントぐらいしてもいいかなと。で、示唆、大ですね。これはエキドナモード、濃厚と言われています。で、他にも、
パンドラのセリフ。こういったパンドラが出てきてセリフを言うだけで、示唆大と同じ。適度なモード濃厚と。あと、特殊フラッシュですね。これベルとリプレイの特殊フラッシュがあるんですけれども、リプレイの方ですね。リプレイの特殊フラッシュが、この示唆大、パンドラセリフと同じ適度なモード濃厚と言われています。これが出た場合は、全突破でもいいかなと。特にポイント関係なくですね、台が捨てられた場合はもう拾って打っていけばいいかなというところです。で、適度なモード、説明が遅れましたけれども、何かっていうと、AT が当たって2連目始まる時の報酬が必ず超強欲チャレンジになるという強めのモードですね。で、こちらの情報が結構錯綜しているんですけれども、AT 単発後、この時は適度なモードに入っていたかどうかもう分からずに終わってしまうんですね。で、この単発後はモード引き継ぐっていうなぜか嘘情報が出回ってたんですけれども、これ引き継がない可能性の方が高いです。実際に YouTube のライブでリゼロが打ちテーンダさんがこの示唆大とかパンドラセリフとかが出て、適度なモード濃厚だったのに単発になったその後、適度なモードじゃなかったというのが出てます。なので、もしかしたら引き継ぐ場合もあるかもしれないんですけれども、引き継がない可能性が結構あるので、これ、単発だった場合はもう諦めましょうと。これ、適度なモードじゃなかったらすっごい火傷しますからね。もうこれは引き継がないものとして諦めた方がいいかなというふうに思います。続いて、死に戻り狙いですね。これ、狙いというか、打ってた後にいつやめるかっていう話にもなります。で、まず、簡単なのが上位 AT5 ですね。超強欲ラッシュの後は、まず、必ずですね、32ゲームのステージチェンジ、上部紫ランプ消灯まで打ちましょうと。ここは誰も意見ないと思うんですね。で、下位 AT5 の死に戻りを狙うかどうかで、ここ意見分かれてるんですね。先ほど参考情報で挙げさせてもらった攻略情報では、もう下位 AT5 殲滅ラッシュ後の死に戻りは狙わずに、1ゲーム即やめって言っているところが結構あるんですね。ただですね、ちょっと私期待値計算する限りは、基本的にはもう上位同様にですね、32ゲーム打ったらいいんじゃないかなというふうに思います。ただ、もし何か条件をつけて、打たない判断をしたいというのであればですね、これがおすすめかなと思います。1から4連終了後っていうのは普通に32ゲーム狙ってみて、5連以上ですね。もうこの時は、死に戻りの後っていうのは基本その5連、6連って前回の AT の連戦を引き継ぐので、かつその5連、6連って皆さんも体感でわかると思うんですが、基本継続しにくいですよね。3枚ベルからの V であったりとか、ベルの2択抽選も数が少なくなってきて、なかなか連チャンしにくくなってます。これは手7試験の上限から見ても、もう600枚超えたらあまり続けさせたくないというところがあるんだと思うんですけれど、そのあまり続かない殲滅ラッシュを死に戻りで狙うんだったら、もう1ゲーム即やめ、1000円を節約した方がいいんじゃないかなという考えもありかなというふうには思います。そこは皆さんの判断にお任せしたいと思います。というわけで、スマスロリゼロ2ハイエナ情報のまとめでした。基本的にスロットを打つときは設定狙いかハイエナかなんですけれど、このリゼロ2に関しては設定狙いはやめといた方がいいでしょうね。死に戻りの回数とかで、高設定分からなくもないかもしれないですけれども、分かるまでがもう大やけどしてるケースっていうのが多々あるのかなと。で、分かったところで必ず出るっていうわけじゃないほどもう波の荒い機種になるので、こういう台は基本的にはもうハイエナでやり過ごすのがいいかなというふうに思います。では引き続きこのようなスロットのお得情報をまとめて、お伝えしていきたいと思いますので、高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それではまた。